どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、照明は何を使っていますでしょうか？最近は LED ライトが主流になっているため、メーカーは別としてほとんどの方が LED ライトを使用しているのではないでしょうか。今までは国内メーカーのジェックスやコトブキなどの照明が多かった印象ですが、今は海外メーカーの勢いがすごいです。それこそ Amazon で水槽用ライトを検索すれば、真っ先に引っかかってくるのは安価な中華製 LED ライト。日本メーカーにも照明は頑張ってもらいたいですが、価格や性能面において一歩先を行かれている感じです。特に LED ライトの中でも色味が鮮やかに見えると評判の RGB ライトは圧倒的に海外製品の方が強い状態。チヒロスを筆頭にスマホでタイマー管理や調光ができる IoT ライトが多くなっています。その中でも自分が今までずっと推しているのが WeakAqua というメーカーの照明です。今までいろいろと WeakAqua 製のライトをレビューしているので、気になった方は見てみてください。今回はそんな自分が推している WeakAqua の RGB ライトで、日本に最近上陸したばかりのライトを入手したので、隅々までレビューしていきます。というわけで今回紹介する RGB ライトはこちら、WeakAqua L600 Pro。こちらは最近ようやく日本で取り扱いが始まった照明で、今までのモデルとはまた違った特色があります。スペックは出力 55W、光量3300ルーメン、重さ 1.5kg、RGB 球70個、UVA 球6個、サイズ横 56cm、奥行き 16cm、高さ 2cm となっています。WeakAqua のライトではおなじみの UVA チップが搭載されたライトです。今までの WeakAqua のバー型ライトは出力が抑えられた M シリーズとハイスペックすぎて光量がバグってる P シリーズしかありませんでした。正直 M シリーズでも大体のシーンでは事足りるとは思うんですが、光量が足りないと感じる時があるかもしれません。そこから光量をランクアップさせるには P シリーズという 60cm サイズで 90W5400 ルーメンの化け物スペックのライトを検討するしかなかったんです。ハイスペック中の自分は P シリーズ大歓喜なんですが、やはりその中間が消費者のニーズに一番合ってるように感じるんですよね。そういったかゆいところに手が届くスペックになっているのがこの L600 です。先ほどのスペック紹介でも出ましたが、光量が3300ルーメンと大人気水草育成 LED ライトのアクロトライアングルシリーズとほぼ同じです。なのでトライアングルシリーズを使用していて、そこから RGB ライトへの移行を考えている方にはうってつけのライトです。ちなみに今回購入したのは WeakAqua の日本向けサイトです。アリエクやアリババなどの並行輸入品ではなく、正規メーカーが取り扱っている安心安全のものです。以前までは一度 T90RGB を提供していただいたことのあるカプラーカーさんのサイトから購入していたんですが、今回は WeakAqua の日本サイトで買いました。なんでこっちで買ったのかというのは理由があるんですが、それは後ほどお話しします。どちらで買おうか迷って思い切ってカプラさんに聞いたところ、こっちのサイトもちゃんとした WeakAqua のだから全く心配ないよと言ってもらったので購入を決断。失礼な質問にも快く回答していただきありがとうございます。ちなみにカプラさんのサイトでも購入できるんですが、どちらで買えばいいかはケースによるので、製品紹介の後に詳しく双方のサイトの解説を行います。購入を検討される方はぜひ参考にしてやってください。それでは早速開封していきます。まず出てきたのはいつものペラ紙の説明書。ちなみにオプションで日本語で詳しく書かれたマニュアルもあるので、WeakAqua製のライトを初めて購入する方は日本語マニュアルをつけることを強く推奨します。推奨理由は後ほど。続いて出てきたのは本体です。結構でかいですね。上部は放熱用のスリットが無数にあり、真ん中には吊り下げワイヤーを通すくぼみがあります。LED 基板はこんな感じで、7個の列が10個ほどあり、その間に UVA 球が6つほど散りばめられています。LED 基板を覆う板のすりは割と薄い感じです。続いて出てきたのはシェードです。別売りの商品が多い中、しっかりと付属されているのは嬉しいですね。ちなみに両面とも鏡面にはなっていません。続いてはアダプターとコンセントプラグ、そして吊り下げワイヤーも付属しています。詳しい使い方については後ほど解説します。
続いて出てきたのはアクリルスタンド。個人的にはスタンドは透明な方がかっこいいし、水槽の景観も損ねないので好きです。そしてアクリルスタンドをライトに取り付けるパーツも付属していました。それでは組み立てに入っていきます。まずはアクリルスタンドの取り付けから。付属の棒をこのアクリルスタンドの穴に差し込み、キャップでアクリルスタンドを挟み込むような形で取り付けます。この時、アクリルスタンドの爪は棒側になるようにしてください。両側に取り付けたら完成です。それを反対側にも取り付ければ作業終了。超簡単ですね。続いては組み立てたアクリルスタンドをライトに取り付けていきます。取り付け方は棒の部分をライト側面にある穴に差し込むだけです。長さは無段階で調整が可能なので、自分の水槽サイズに合わせるのも簡単です。ただ、引き出す時が結構硬いことがあるので、左右に少しずつずらしながら調整することをお勧めします。固定方法は付属の六角ネジをライト上部のネジ穴に入れることで固定できます。ちなみにこの六角ネジに対応するレンチも付属しているので安心してください。これを両側に取り付けることでがっちり固定ができます。こうすることでスタンドがふとした拍子にずれて水槽内に水没するという悲惨なアクシデントを回避できます。アクリルスタンドを取り付けた全体の外観がこちら。結構かっこいいですね。やはりアクリルスタンドにするだけでぐっと高級感が増します。自分はチヒロスの WRGB スリムをとある経緯で入手したため使っているんですが、スタンドがごついのだけが嫌だったんですよね。それ以外は使いやすくてチヒロスもいいなと思っているんですが、水槽に面している部分が透明だと水槽を観察するときも景観を損ねなくていいです。続いてはシェードを取り付けていきます。取り付け方法はライトの端にある溝にシェードをスライドさせて入れるだけです。ただこのままではシェードを固定できないので、付属の六角ネジで両端を固定します。こうすることでしっかりとシェードが取り付けられるわけですね。ちなみにこのシェードの溝には若干の遊びがあり、六角ネジで固定するまではグラグラします。これはシェードの角度を変えることができるようにするための仕様で、お好みの角度にした状態で六角ネジを締め込むことで調整が可能です。だいたい15度程度を変えることができるようです。シェードを取り付けた状態の全体像がこちら。思ったよりかっこいいですね。シェードを取り付けた状態ってどのライトも個人的にはあまり好きではないんですが、こちらはそこまで目立つ感じはなし。まあ正直シェードない方が見た目は好みですけどね。続いては吊り下げワイヤーの取り付け方です。まずは付属のワイヤーのネジ部分を緩め、くぼみに取り付けられる隙間を作っておきます。あとは任意の場所にスライドさせ、時計回りにワイヤー上部を回せば固定が完了です。ワイヤーって取り付けるのが面倒なイメージがありますが、これだけ簡単だと助かりますね。ちなみにワイヤー上部のパーツは2つのパーツがつながっている構造になってます。そんな感じで付属パーツの取り付け方法は全て解説したので実際に点灯していくんですが、実は別売りのスタンドを2個購入しており、それを L600 に取り付けた外観もお見せします。個人的にすごく気に入ったスタンドがあったので、自分の好みに合わせてスタンド購入を検討していただければ幸いです。ということでスタンドを先に組み立てていくんですが、まず最初に作業するのはこちらの L 型スタンド。こちらは汎用スタンドになっており、ウィークアクア製以外のライトでも使用が可能です。至って平凡な L 字型スタンドなんですが、18センチの延長パーツが付属しているので、最大55センチの高さにすることができる拡張性があります。組み立て方も超簡単で、パーツ同士のネジを回し入れ、スタンド固定部のパーツにネジを入れ込むだけです。L 字スタンドを固定するネジは2個で、水槽に固定するネジは4個になっています。この水槽側のネジが結構考えられていて、通常のネジよりもネジ山の径が大きくなっている分、水槽に対する負荷が軽減されるようになっています。こういったスタンドは水槽が割れてしまわないか心配になる方が多いと思いますが、このスタンドであれば大きいネジ山のネジ4個で負荷を分散してくれるので安心です。ネジ自体もおそらく樹脂製なので、手回しできつく締めても水槽がパキッといくことはないと思います。
これで完成で、あとはワイヤーを棒に通すだけでどのライトも取り付けることができるんですが、実はウィークアーカーの M シリーズと L シリーズは専用の接続ユニットが付属しているんです。この接続ユニットを取り付けた状態がものすごくかっこよくて気に入ったので、ぜひ皆さんも取り付けた状態の外観を見てやってください。ちなみに接続ユニットはこんな形状になっており、スタンドに差し込んで取り付け、付属の六角ネジで固定することで取り付けが可能になっています。続いて2つ目のスタンドを紹介していきます。こちらは結構デカめのサイズとなっており、作りも全体的にがっしりとしているタイプのものです。まず出てきたのは固定用パーツ2個。次に出てきたのは穴の開いたパーツ2種類が計2個ずつ。そして鏡面加工が施されたステンレス製の支柱が3本です。どのパーツもしっかりとしており高級感がありますね。ちなみにこのスタンドはよくあるアーチ型のスタンドで、各水槽サイズに適したサイズのものが売られています。今回は60センチ用のものを購入。最大の高さは53センチとなっています。それでは早速組み立てていくんですが、まずはステンレスの支柱に穴の開いた円柱状のパーツを取り付けていきます。固定はおなじみ六角ネジです。同じ長さの支柱に取り付けてください。続いては一つだけ長さの違う支柱に棒のついた円柱状のパーツを取り付けていきます。ここにライトのワイヤーをつなげるわけですね。こちらも六角ネジで固定します。取り付け幅に関しては各ライトの幅に調整してください。六角レンチ一つで無段階調整ができるので簡単です。反対サイドにも同じパーツを取り付けます。この時に左右とも向きが同じになるように取り付けてください。次に固定パーツにネジを取り付けていきます。ここに関しては先ほどの L 字スタンドと同じですね。こちらも支柱を2個のネジで固定するので安定感が高いです。それを先ほどの2つの支柱に取り付けていきます。高さはお好みで調整するようにしてください。両方取り付けたら残りの支柱に円柱状のパーツを通して取り付けます。この取り付け長さも微調整できるので水槽サイズに合わせて調整しましょう。最後に支柱の端にキャップを取り付ければ完成です。結構押し込まないといけないので気合を入れて一気に入れ込みましょう。完成したスタンドの全体像がこちら。表面仕上げでがっしりしているので高級感が違いますね。自分はアクロの安価なスタンドを使用していますが、こちらの方が重たいライトを吊り下げるのには向いていそうです。というわけでスタンドの組み立ても完了したので、ようやく実際に点灯していきましょう。それではスイッチオン。こちらは60センチ規格水槽なんですが、さすがに明るいですね。現在お見せしている映像はプリセットのグリーンなんですが、ご存知の通り色を好みにカスタマイズすることが可能です。プリセットもいくつかあるので、細かい調整が苦手な方はプリセットで運用してもいいかもしれません。詳しいアプリの使用方法に関しては以前出した T90RGB で紹介しているので、そちらを参照してください。赤、青、緑、UVA の4つを0から 100% まで細かく調整ができるので、ご自分の水系に合った色味を作ることができます。今回はルーメン数も近いトライアングルグローと比較していきます。ちなみに今回 L600 の方は全てプリセットのグリーンです。まずは全体像から。やはりトライアングルグローの方は若干黄色みがかってます。L600 の方は緑色が強調されて見えますね。続いてカージナルテトラ。正直どちらも綺麗ではあるんですが、L600 の方が青色のラインが際立ちます。続いてはミクロソリウムの比較。さすがに緑色の水草は L600 が圧倒的に綺麗に見えますね。最後にブセファランドラ。こちらは色味の関係で L600 の方がラメ感が出ているように感じます。正直ここら辺は感じ方によって違いがありそうです。こんな感じで色味はグリーン寄りでも綺麗に見えることが分かりました。まあ今までの製品を見てきて分かってはいたんですけどね。ただ今回比較したトライアングルグローと L600 はほぼ同じルーメン数なんですが、L600 の方が明るい感じがしました。これに関しては照射面の広さが関係していると思っています。L600 は奥行きが16センチと60センチ規格水槽の半分以上の照射面積を誇っており、高く吊り下げなくても全体を照らすことが可能です。
照射面が狭いとどうしても水槽の前後が暗くなりがちで、広く照射するために高さを出すと光量自体が落ちるというジレンマに陥れます。その点 L600 の場合は一番低いスタンドで使用しても全体を照らしており、効率よく光を照射することができています。ここら辺は地味に嬉しいところですね。続いては3つのスタンドを使用した外観を比較していきましょう。まずは通常のアクリルスタンドから。かっこいいですね。やはりスタンドはアクリルの方が存在感がなく、ライトが浮いている印象があってスマートです。個人的にはこのスタンドでも十分なレベルだと思います。続いては L 字スタンド。これめっちゃいいです。個人的にすごく好みな感じで刺さります。専用のアタッチメントを使用することでワイヤーもいらないスマートな設置ができますし、何より見た目がいい。高さも自由自在に簡単に変えることができますし、どんなに揺れても取れることがないので、水槽内に照明が落下する心配もありません。ちなみにこの映像に映っている高さは延長の棒を使わず結構低めに設定しています。なのでほぼほぼ際限なく高くできるのも自由度があっていいですね。最後にアーチスタンド。これも結構いいですね。若干アーチが高すぎたなと後から思ったんで、これよりもっと下げてもいいかもしれません。やはりアーチスタンドはがっしりして高級感がある方が見栄えがいいですね。照明自体も結構重いので、これくらい強くしてくれた方がたわみもなく安心して使えそうです。ちなみにワイヤーの長さはこのようにワンタッチで簡単に変更することができます。短くする場合はただ引くだけ、長くする場合は先端を押し込めばスルッと下がります。苔の出方によって結構頻繁に高さを変える人にはうってつけですね。というわけで最後に、今回購入したウィークアクアの日本向けサイトと以前利用させていただいたカプラーカーさんのサイトの特徴を比較してどちらを利用した方がいいのか解説します。まずカプラーカーさんのサイトはデフォルトで1年無償保証がついています。 LINE での専用窓口もあるため、商品の使い方など初めてウィークアクアの製品を使用する方も安心して購入することができます。ウィークアクアのサイトの場合はオプションで保証をつけることができ、基本的に30日間無償保証がつきつつ、追加で最大1年の保証が受けられます。なので1年間の保証が必要なく30日間で十分だよという人はウィークアクアのサイトで購入する方が安くつきます。実は今回このウィークアクアのサイトを利用したのも、この保証期間を減らして安く購入できるからという理由だったんですよね。スマホ管理のライトをよく使ってる人だと慣れていることもあって保証そんなに必要ないって方が多いのではないでしょうか。なのでこの保証期間を選べるというのは大きいですね。ただ日本語マニュアルは持っておいた方がいいと思うので、初めて買う人はつけておくことを推奨します。自分も今回日本語マニュアルのみつけさせてもらったんですが、めちゃくちゃわかりやすかったです。安全上の注意点が箇条書きで書かれて読みやすいですし、マニュアル嫌いな人でもここだけ見ればとりあえずさっと使える簡易マニュアルもついています。大変申し訳ないんですが、ウィークアクアのアプリ機能は初見だと説明書なしで使用するのはなかなか至難の技なので、一冊は持っておきたいです。ちなみにウィークアクアのサイトの場合、製品の使用方法の問い合わせはマニュアルを買わないと対応してもらえないようです。タイマー機能の使い方がわからないとか、マニュアル持っておけばわかるレベルのものには対応できないってことですね。まあいくらでも使い方聞けたらマニュアル有料で買った人が損しますし当然ではありますが。なので最初は800円のマニュアルがつきつつ、60センチ用だとプラス700円で付けられる6ヶ月保証を選ぶのもありだと思います。ちなみにカプラーカーさんのサイトと同じ1年保証をつけると基本的にウィークアクアの方が割高になります。ただ製品によってまちまちなので、1年保証をつけたい場合は自分が欲しい商品はどちらで買う方が安いのか比較検討してから購入するようにしましょう。保証をつけなければ断然ウィークアクアの方が安いと思います。そしてここは微妙な差なんですが、無償保証期間中の送料はウィークアクアの場合30日間無料なんですが、カプラーカーさんの場合は14日間です。作業代と部品代はどちらも保証期間中は無料ですが、2週間の送料だけはウィークアクアの方がアドバンテージがあるわけですね。超限定的な部分ではありますが、ここはウィークアクアの方に軍配が上がります。
なので結論から言うと、右も左もわからない方は保証の手厚いカプラーカーさんのサイトで購入し、玄人の方は30日間の無料保証で安く買えるウィークアクアのサイトを使うのがいいです。基本的に保証いらないって方が多いと思うので、最初からウィークアクアを使うのもありですが、その場合は必ず日本語マニュアルだけはつけておきましょう。というわけで今回は久しぶりの新しいライトの紹介ということで、個人的にもとても楽しかったです。気合が入りすぎて動画時間が長くなってしまい申し訳ないです。L600 は本当に秀逸なライトだと思うので、気になった方はぜひウィークアクアかカプラーカーさんの方で購入を検討してみてください。一応どちらの商品リンクも貼っておきますので、保証の有無による価格の変化などを比較していただければ幸いです。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。